どうも、ウェルティム TV です。今回はこちらのアングルにアーク溶接をしていきます。使う棒はライムチタニア系の Z44 の 3.2mm を使います。よくゼロードと言われているやつですね。今回は5層盛りたいと思います。4層目までは半分付近で1回つなぎを入れたいと思います。5層目はアークを切りながらやってみたいと思います。で電流は1層目はまず100で、2層目は105、で3層目は110、で4層目は115、5層目は切りながらやるので130まで上げます。4層目まではジグザグのこういう運棒で、アークは切らずに登っていきます。前回やったイルミナイト系の B の14の時は電流は105から始めて、最終的に120で切らずに登ったんですが、ライムチタニア系だとイルミナイト系よりはちょっと電流を落とした方がいい感じがします。B の14の時と同じ電流でやってみたんですが、際にカットが入ったので電流を5下げます。イルミナイト系とほぼ一緒の運棒で登りますが、反対側に行く速度をイルミナイト系の時よりは早く運棒したいと思います。それがなぜかというと、B の14はゆっくり持っていってもそこそこの外観になるのですが、このゼロードは同じように持っていったらあまり綺麗な外観にならないので、両端に振る速度を上げて、上がる幅も細かく登っていきます。で、なるべく鱗を詰めながら持っていってみたいと思います。で、棒の角度は若干上向きで、20度か30度か上向きで、こういうジグザグな運棒をして登っていきます。で、5層目の切りながら盛るやり方は、アークを飛ばして、端から端まで運棒して切って、またアークを出して端から端まで運棒して切って、こんな感じですね。とりあえずやってみたいと思います。今回はこんな体勢で溶接します。ホルダーを両手持ちして支えています。電気は100です。スタートはバックステップ法です。低水素系はこのやり方じゃないとスタートブローが入るので必須なんですが、イルミナイト系やライムチタニア系で必要なのかはわかりません。というのも、イルミナイトやライムチタニアで UT や RT を受けたことがないので、スタートブローが入っているか確認したことがないです。脚長は測ってませんが 6mm ぐらいですかね。別の動画で半自動のフラックス編、ソリッド編もあります。説明欄にリンク貼っておきます。もっと電気を上げて切りながらやる方が多いかなと思います。半自動もアークも縦向きで切らずに細く登るのは結構難しいです。1層目つなぎですね。細いのでつなぎは難しいです。2層目以降が分かりやすいですが、イメージとしてはバックステップしてクレーター部で U を描く感じです。カメラが若干左向きだったので棒が左向いているように見えますが、極力母体に対してまっすぐ向けましょう。スラグは取ってからつながないといけないわけではないので、クレーター部が見えていればそのままやって構わないです。細いのでつなぎが目立ちます。つなぎをうまくやるコツは、クレーター部のみアーク長は離し気味にして電圧を上げたような感じにして、つなぎ部分のみ薄くしてあげると目立ちにくくなります。2層目です。電気は105です。イルミナイトやライムチタニアでは分かりにくいですが、低水素系などでは軟膏は簡単に両際は湧きますが、棒も母材も硬い素材になってくると、両端で棒の向きも変えながらやらないといけない難易度が高い溶接なんかもあります。棒の先端がどこを向いているかで溶け込みはかなり変わってくるので気をつけましょう。低水素系の LB で登った動画もあります。ただ溶融部がそこまで鮮明ではないので、近いうちまた撮り直します。つなぐ前です。スラグが中央に寄っているのが理想です。電気、運棒、スピードが適正だとこのようになります。脚長は見た感じ 8mm ぐらいですかね。そこそこマシな外観になりました。1層目つなぎです。1層目よりは分かりやすいかと思います。クレーターをなぞっているのが分かると思います。なぞるようにしないとクレーター部が埋まらず、つなぎがへこんで目立ちます。1層目よりは余裕を持ってつなげるので、つなぎはマシかと思いますが、これでも目立つ方であまりうまいとは言えません。つなぎはアーク長を離すのとクレーター部のみ若干早く進むのがコツみたいなところですが、結構感覚的な部分が多いので練習するしかありません。低水素系で練習するのがいいと思います。3層目です。電気は110です。個人的にはこのぐらいの脚長が一番やりやすいです。イルミナイト系に比べると若干ノロが少ない気もしますが、低水素系と比べると両際はやはり見にくいです。スラグ巻き込みに気をつけます。イルミナイト系の時よりはアーク長を離しています。B の14では 1mm ぐらい寸止めと説明していましたが、この棒は両端でもうちょっと離してスラグの流れをコントロールしながら進んでいます。アーク長を離すと電圧が上がるのと同じなので、肉を押さえつける力という表現が正しいかは分かりませんが、ノロを飛ばしたり肉を薄くしたりとアーク長である程度コントロールできます。半自動だと電圧を上げるしかないですが、アークだと棒を離すだけでそれがある程度可能です。ただし離しすぎるとブローホールが入るので気をつけましょう。離しても 3mm ぐらいまでかなと思います。
スラグは剥がさずそのままつなぎました。脚長は10くらいですかね。だんだんと鱗が出てきましたが、なるべく細かい鱗になるように持っていっています。つなぎが成功したように見え、先ほどと比べると目立ちません。それでもパッと見てどこかわかるので、まだまだです。全くわからないぐらいまでになれたら最高です。4層目です。電気は115です。両端が沸いているか沸いていないかは後ろからついてくるプールを見ましょう。プールが両端で冷えていくのが確認できれば沸いているはずです。もやもやってなったままだとスラグ巻き込みで沸いていない可能性があります。タイヤ粒の溶接で見るべきポイントでもあります。PT など表面の検査で際に血管が出る場合も、両端が確実に沸いているか、ゆっくり行き過ぎてラップ気味になっていないかなど気をつけます。つなぎです。脚長が広いのでやりやすいです。慎重にクレーター部をなぞっています。鱗が粗くならないように早めに運棒しています。鱗を詰めた溶接をしたい場合、今回のように棒の角度を上向きではなく下向きにしたり、もっと電気を上げて早く振るなど、いろいろやり方はあります。正解はないので自分のスタイルを見つけるのがいいと思います。5層目、最終層です。電気は130です。アークを切りながらやります。切るときはスパッと切ります。母材がない位置に棒を遠ざけます。今回の場合は手前に抜いていますが、中途半端だとアークが切れずに今みたいになります。右側で切るとへこんでしまうため、ちょっと左に振ってから切って再度真ん中でスタートしています。イルミナイトやライムチタニアではボールポジションや白ガス管などは高電流体でこのようにやることが多いです。被覆やメッキを剥がさずにやる場合に弱い電気で切らずに持っていってしまうとどうしても飛ばしきれず、配管なんかの耐圧試験で漏らしちゃう人がよくいました。このぐらい脚長を広げることは稀ですが、今回の1層目2層目ぐらいの脚長だと電気を140や150付近まで上げて細かく切りながら持っていくのが無難です。そうするとスラグ巻き込みの可能性も減ります。また薄板の時など穴を開けないためにも切りながらやるのが有効です。切ることによって母材が冷えるので、もし穴が開いた場合もアーク、半自動、ティグどれであろうと切りながら埋めることが多いです。また電気が高いためプールが見やすいという利点もあります。切りながらやったのでこの状態でも鱗が確認できます。電気が高くスラグが薄いので取れにくいです。全体的にもうちょっと鱗が詰まれば綺麗に見えると思いますが、今回の運棒電気ではこのような結果になりました。ブラッシング後です。カットもなく際にスラグもほとんど残らなかったので、運棒や電気は問題なかったように思います。溶接工以外の方でも切りながらやるアーク溶接は仮付けなどでもよく使うのでぜひ身につけましょう。ご視聴ありがとうございました。